こんにちは、粟田洋介です。絵を描くことには自分自身を癒す効果があります。人は辛い時絵を描く。そして生きづらさがなくなるともう絵を描かなくなる。私自身は今現在そんな辛い状況にもないし、そんな生きづらさも抱えてないんですが、まだ絵を描いています。私は画家ですから絵は描かせてください。そしてそれは私の基準で、辛くて苦しくてしょうがない。だから絵を描かずにはいられない。そして絵を描くことによって心が浄化される。そういった絵の描き方もあるし、実際辛いことがあって苦しんでいて絵を描かずにはいられない。最近そういう方からお話を聞きました。今日はそのお話をしたいと思います。私は物心ついた時から絵を描くのが好きで、今現在はアーティストとして細々と活動をしています。そしてちょっと前に学校に通ってアートセラピーの認定証をいただきました。そして今もアートセラピーの勉強中です。そんなわけで私がアーティストとして絵を描いてきたっていうのとはまた違う視点で絵を描くっていうことを考えるようになりました。そして今回お話を聞いた方は同じ絵を描いているって言ってもちょっと私とは違う立場で絵を描いている方です。そしてそのお話を聞くことによって私は自分とは違う絵の描き方っていうんですかね、そういったことを知りすごく勉強になりました。前置きはこのぐらいにしてその方から聞いたことをもとにお話しさせていただきたいと思います。とても個人的な内容なのでその方の人生に何があったとかっていうことをお話しすることは控えさせていただきます。その方はあることが原因で心がとても辛い状況にあるんだそうです。とても辛くて苦しいことがあったんですね。その方の場合、絵を描くときはその辛さの原因となったものとか人とか出来事とかそういった具体的なことを考えずに苦しみだったり悲しみだったり怒りだったりそういった負の感情をもとに絵を描いてるんだそうです。辛い時に何かどうしても描きたいものっていうのが出てくるのかな、ちょっとその辺わからないんですけど、どうしても描きたいものがあって物だったり形だったりそういったものを描かずにはいられなくなるんだそうです。その方曰く見えない心の感じを形にするのが絵なんだそうです。辛い時はその負の感情が形になるというわけですね。それからその方はちょっと気持ち悪いやばい絵を描いたりすることがあるんだそうです。その方が何て言ったかはここでお伝えしませんが、例えば体が切り刻まれてたり内臓が飛び出てたりそういうグロい作品ってありますよね。そういった作家さんたちがどういう意図でどういう気持ちで描いてるのかなって私は知らなかったんですが、その方の話を聞いてなるほどって思ったんですが、それはそういう絵を描いてその絵の世界観っていうのはその方に安心を与えてくれるんだそうです。そういうグロい作品描いてる人っていっぱいいてみんながみんなそう思ってるのかどうかはわかりませんが、私がお話を聞かせていただいた方はそのグロテスク気持ち悪い世界観が安心を与えてくれるんだそうです。それがどういうことなのかちょっとうまくお話を聞くことができなかったんですが、そういった状況に安心感を覚えるほどご自身が辛い状況にいるんだと私は推測します。そんなわけで絵を描くことにはヒーリング効果があるんですよね。心の辛さ苦しさから救ってくれることなんですね。では嬉しいとか楽しいとかポジティブな気分の時はどうなんだろうと思ってその方に聞いてみると、そんなハッピーな気分の時にも絵を描きたくなることがあるんだそうです。嬉しいことがあってそして生きてていいんだなってそう思えた時に描いた絵を私は見せていただきました。とても綺麗な素敵な絵でした。さっきも言いましたがその方は見えない心の感じっていうのを形にするのが絵なんでしたね。その絵を見る限りその時の気分はそれほど美しかったんじゃないかと思います。ハッピーな時にハッピーな絵を描くことによって心がよりハッピーになれる。絵を描くことによってダブルハッピーになれるわけですね。素晴らしいことです。そしてその方曰くそれらの絵には使い道があるんだそうです。そのハッピーな時に描いた絵を心が苦しくなった時に見返すとその時の気持ちが蘇って少しだけ心が楽になることもあるんだそうです。
その方にとって絵を見返すっていうことは、例えば旅行の写真とかを見て思い出を掘り起こす、そういった作業と同じなんだそうです。きっと感情を形にしているので、その感情が蘇るんでしょうね。とても素晴らしいことだと思います。しかし、本当に苦しい時に、そういったハッピーな時に描いた絵を見ると、あの時はあんなに幸せだったのにと、まるで地獄へ落ちるような気分になるんだそうです。辛い気持ちが少しだけの時は、過去のハッピーな気分を思い出すことによって、再びハッピーな気持ちになれるのかもしれませんが、本当に辛い時は、本当に辛いのかもしれませんね。だからさっき言った気持ち悪いグロテスクな光景に心地よさを感じるのかもしれませんね。心が辛く苦しい時も、嬉しく楽しいハッピーな時も、絵を描くことによって心が良い方向に向かっていくんですね。この方の作品に興味がある方は、概要欄にこの方のインスタグラムのリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。一つがこの方が作っているハンドメイドのアカウント、そしてアートセラピーとして描いている絵が載っているアカウントっていうのがあるので、両方概要欄に貼っておきます。またおまけで私が行っているアートセラピーの学校のリンクも貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。私のアートセラピーの先生曰く、生きづらさがなくなると人はもう絵を描かなくなるんだそうです。絵を描いている時っていうのは人生の辛く苦しいステージということなんですね。じゃあ未だに絵を描いている私のようなアーティストはどうなんでしょう。先生曰く画家さんは例外ということです。確かに私は現在生きづらさを抱えているわけでもないし、心が辛く苦しいわけでもありません。むしろ幸せなぐらいです。それは置いといて、絵を描くことによって自分を傷つけてしまう自傷行為とか、そういったものがなくなっていくっていう話を聞きました。絵を描くことには心の浄化作用っていうのがあるんですね。絵を描くこと最高じゃないですか。例えば苦しみから自分自身を傷つけてしまう、もしくは他人を傷つけてしまう、八つ当たりをしてしまう、苦しみから逃げるためドラッグとかアルコールに走ってしまう、もしくは不健全なことをやってしまう、そういった人生を放棄するような行為をしなくても絵を描けばいいってことですよね。絵を描くことは健全なヒーリングです。人によっていろいろな絵を描く目的とか動機とかっていうのがあって、そして今回お話を聞かせていただくことによって、その方と私の違いをすごく感じて、すごく興味深いなって思ったんですが、この話をまとめている時に違いもあるんだけど、基本的にはそんなに違いないし、共通点の方が多いなと感じました。私の場合は人に楽しんでいただくために絵を描いてるんですけど、自分自身も楽しんでいます。逆に言うと、自分自身が楽しむことによって、その作品を楽しんでくださる方がいらっしゃる。そして絵を描いたり作品作りをしたりしている時っていうのは、気づかないうちに心の浄化作用があって、自分自身が癒されていく、そういったこともあると思います。以前別の動画でアートはコミュニケーションだという話をしたんですが、私の場合は自分でいいと思ったものを作品にする。そしてその作品が言葉ではなくビジョンとして見る人に語りかける。そしてそれを見た方が何か思ったり感じたりする。そういうコミュニケーションを作品を通してしているんですが、今回このお話をさせていただいた方も自分の内面に向き合って自分自身と対話しています。そしてその作品っていうのが残って、そしてまた自分自身で作品を見ることによってまた自分自身とコミュニケーションをしているというわけです。そしてそれだけではなくて、第三者がその作品を見た時に見る方に何らかの影響を与える。だから一人でコミュニケーションをしているだけじゃなくて、その作品というのは人が見ることによって他者とのコミュニケーションにもなる。そんなことを私は思いました。そしてその作品を自分自身が見ることによって救われるのであれば、その作品は他人を救うこともできるんだと思います。だからどんな形ではあれ、アートはコミュニケーションなんだと私は思いました。辛い気分の時にハッピーな時の絵を見ると、その度合いによって気持ちが良くなったり悪くなったりするどん底の世界観が安心を与えてくれる。アートには美しいアートもあれば醜いアートもある。明るいアートもあれば暗いアートもある。
楽しいアートもあるし、悲しいアートもあるし、辛いアートもあるし、いろんなアートがあります。世の中にはいろんな人がいて、そして一人一人もその時その時でいろんな気分になって、その時に見たい絵、その時に聴きたい音楽、その時に見たい映画とか読みたい本とか聞きたい話とか、その他、その時に味わいたい芸術作品。芸術作品って言ったら大げさですが、その時に感じたい気分っていうのがあるはずです。だからいろんな作品があることは素晴らしいことだと思います。自分の好き嫌いっていうものがあって、好きなものは自分を救ってくれる。そして自分が嫌いなものでも自分以外の人たちを救っているということもあります。だから悪い作品なんてないし、どんな作品も誰かにとっては素晴らしいのです。自分が今見たり聞いたりして心地いい作品、作品じゃなくて何でもいいんですけど、自分が心地いいものっていうのが今の自分自身の精神状態なんじゃないかなって思います。アートにはそういったヒーリング効果があります。絵を描くこともそうだし、彫刻とかを作ることもそうだし、音楽とか、楽器を演奏するんでも、歌を歌うんでもいいし、ダンスとか、あとは演劇、その他にもコントとか、あとはストーリーを書くとか、あと写真を撮ったりとか、お化粧をするとか、その他ちょっとなんだか思い出せませんけど、ほんといろいろなことがアートセラピーになります。ちょっと恥ずかしいんですが、何年か前に私自身もちょっと辛いことがあって、一人でカラオケに行ったことがあります。それで毎日じゃないんですけど、1週間か2週間ぐらい、たまに夜カラオケに一人で行ってたんですが、そのうち行かなくなりました。それって多分、生きづらさがなくなると絵を描くことをやめるっていうのと同じことなのかなと思います。でも私はアーティストなので、絵を描くことはやめません。いろいろなヒーリングの方法っていうのがあると思うんですが、もしご自身がなんかヒーリングの方法をやっていたりとか、そういった方法をご存知の方は、ぜひコメントで教えてください。生きづらさがなくなると絵を描くのはやめる。アーティストじゃない限り、絵を描いている人はみんな不幸なのか、幸せな人は絵を描くのをやめてしまうのかっていうと、私はそうではないと思います。アーティストは例外だ、画家は例外だって言ったんですけど、じゃあアーティストっていうのはどういう人かっていうと、アート作品を作る人のことをアーティストと言います。そして画家っていうのは絵を描く人のことを画家って言います。それはプロとかアマチュアとか大人とか子供とかそういうことは関係なしにアートを作る人はアーティスト、そして画家は絵を描く人なんです。生きづらさがなくなってもう絵を描きたくなくなっちゃった、そう思う人は絵を描くのをやめればいいし、幸せであろうと不幸であろうと絵を描くのが楽しいから絵を描きたい、純粋に絵が描きたいんであれば幸せでも不幸でも絵は描きたいんじゃないかと思います。そして楽しい作品が出来上がる。楽しい作品なのか、美しい作品なのか、素晴らしい作品なのか、ちょっとそれはわかりませんが、絵を描きたい人は絵を描きましょう。そんなわけで今回辛い時に絵を描いている方からお話を聞かせていただいて、そのお話をさせていただきました。そして今回一人の方からお話を聞いて、さっきも言ったように多くの方と共通することっていうのはあるかもしれないんですけど、絵を描いてる時の感じ方とか思いとか目的だったりとか、そういったことは一人一人同じではないと思います。なぜなら人は個性があってみんな違うからです。機会があれば他の方のお話も聞いてみたいなと私は思っています。私たち人間は感じ方とか表現の仕方っていうのは個性があって違うんですが、苦しみや悲しみ、怒り、そして喜びや幸せ、そういった感情っていうのは私たち人間が共通して持つものであり、国籍とか人種とか性別とか年齢とか社会的地位とか、その他いろいろあると思うんですが、そういった違いを関係なく人は同じなんだなと私は思っています。そんなわけで絵を描くことはヒーリングです。そして絵を描く以外のことにもヒーリング効果があって、絵を描いても描かなくても全ての人が幸せだったらいいなと私は思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。